幻想郷は日本の山奥に存在し、白麗大結界で隔離された場所である。第一次月面戦争後、心の豊かさを中心とする、独自の文明を発達させてきた。心を豊かにすることから新しいものは存在せず、昔懐かしの生物や物などがありそれは美しい秘境。そんな幻想郷を脅かさんとする者たちがいたのだ。彼らは何が目的でどういう策略で幻想郷を支配しようと企むのか、ルナティックな赤い月になる前に一緒に学んでいきましょう。皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ。今回は幻想郷の脅威となった者たちについて解説していきますよ。幻想郷を支配しようとしたキャラの実力とか策略についてすごく気になるよ。それではまずはじめに幻想郷とは、一体どんなところなのか少し解説していきますね。幻想郷は日本の人里離れた山奥の辺境の地に存在するとされています。もちろん人間も住んでいるのですが、この幻想郷には妖怪妖精神様といった外の世界には見れない存在が住んでいますね。幻想郷は白麗大結界によって外の世界を遮断しているので、外部から幻想郷の存在を確認することはできず、幻想郷内に入ることもできません。また幻想郷内部から外の世界へ覗くことも基本的に無理で、幻想郷から外の世界へ行くこともあまりないですね。ただし神化すれば幻想郷と外の世界を行き来できるようだぜ。東方水長歌では、かな子様がみんなに本物の酒を飲んでもらおうと外の世界からお酒を取りに帰ったことがあります。水長歌のかな子様美人すぎて惚れた。ただし、幻想郷には外の世界で失われ幻想になったものが集まるとされ外の世界で減少した生物、コウノトリなどが幻想郷で増加したり、外の世界で消えつつある道具などが幻想郷に現れることがあるそうです。ということはですよ。今ではもう見れなくなったドロリッチが幻想郷で見れるかもしれないのです。ドロリッチ懐かしすぎる。また幻想郷は内陸の山奥に位置するため、幻想郷内に海は存在しません。社名丸綾のような1000年以上生きている妖怪たちは、幻想郷に海があったことを知っているようだぜ。それではまずはじめに紹介する、幻想郷の脅威となったキャラは、レミリア・スカーレット。さすがハワレラガールジ。そう、好きだけではなくレミリアはなんと幻想郷にも手を出していたのです。種族は吸血鬼なので主な食事は人間の血液です。血液を吸い尽くされた人間は、死ぬことも幽霊になることも叶わず、ゾンビとなってしばらく動いた後に日光で消滅するとのこと。血を吸い尽くされたらそんなことになるのか。ただしレミリア・スカーレットは小食派で、科学の需要によってある一定分までしか飲まないんだったよな。気になる方は後でこちらを見るといいですよ。そんな吸血鬼のレミリア・スカーレットというと、公務員編の主犯者。実は公務員編では社名丸綾も公務官に向かっていて、公務員編の発生源を写真に押さえていました。へえ、貝塚から登場した社名丸綾も公務員編の頃から見ていたんだ。そんな公務官の主人であるレミリアといえば胸に手を当てるこの構えですよね。綾がレミリアに直接取材したところ、あの胸に手を当てるポーズの指先から霧を放出していたのです。つまり公務員編の霧の発生源はレミリア本人が行っていたということになるな。しかしこの公務員編より前にはすでに幻想郷を襲っていたのです。レミリアたちが初めて幻想郷に現れた当時は、縦横無尽に暴れまくったようで、強大な力を持った妖怪たちと一悶着を起こした後に敗北、最終的に契約を結んで和解したのです。マジか、高魔教以前にそんなことがあったのかよ。ところでその契約ってどんなものなの？その契約とは、妖怪が食料となる人間を提供する代わりに、生きた幻想郷の人間を襲わない、という内容ですね。もちろん、その契約は今でも有効です。おそらくその契約相手はヤクモゆかりだと思われます。ヤクモゆかりも外の世界の人間をさらっています。なぜ外の世界かというと幻想郷の人間が少なくなれば、妖怪の存在も危うくなるから。なので、レミリアに渡している分も外の世界から取ってきているのでしょう。こっぱ、二つ何か神隠しの主犯者と名付けられているだけあるな。妖怪たちと書いてあるので残りが誰のことかはわかりませんし、これもあくまでも考察ですがね。このようにレミリア・スカーレットは月も含めて3度も支配しようと試みましたが、失敗しました。頑張れレミリアお嬢様。ということで次に紹介する、幻想郷の脅威者はチルノ&三妖精。それは無理があるだろう。彼女たちが幻想郷を支配しようとしたのは、3月生と妖精大戦争でわかります。妖精大戦争はチルノが主人公で、サニー、ルナ、スターの三妖精たちと戦う外伝的な作品だよな。コミック版東方3月生ストレンジ&ブライトネイチャー DAT2 巻の巻末に収録されていた、チルノ VS 光の三妖精たちの戦いの続編にあたります。そのため、キャラクターの立ち絵等のグラフィックは同作で作画を担当した平坂誠氏が全て担当していますよ。チルノのおてんば感がめっちゃ可愛い。まず強大な敵に妖精たちが力を合わせて戦争を起こす初夢を見たサニーは、それを正夢にすべく計画を練り始めました。妖精たちを武力で統括することにした三妖精は、手始めにチルノの家を破壊し、宣戦布告。光の二妖精やんちゃすぎやろ。結構な期間経ってから、
チルノはそのことを思い出し妖精大戦争が始まります。家壊されたこと忘れてたのかーい。チルノは弾幕を凍らせて、とても避けられなさそうな弾幕を破壊していき、ついに三妖精たちと出会うのです。妖精の力だけで人間社会を恐怖に陥れるのよ。妖精一人一人の力は弱くても、みんなの力を合わせれば、誰にも負けやしないわ。それに対してチルノもノリノリで面白そうじゃんと言っていますね。しかし人間を倒すくらい、あたい一人で十分だよ。お前らの協力はいらない。とのことで、一人で人間社会に恐怖を与えようとします。いいぞチルノ、やれやれ。まずチルノだけでは成し遂げることは無理でしょうが、幻想郷の人間がいなくなれば、妖怪の存在も危うくなり幻想郷は崩壊してしまうので、一応脅威者として入れました。おそらくマリサとの弾幕ごっこ後、そのことも忘れているだろうな。チルノが支配者となった世界も面白そうですけどね。カエルは役凍らせる大会とかやりそうですが、参加者全員帰りそうですね。ということで次に紹介する、幻想郷の脅威者なのはレイウジウツホです。まあなんとなく察するけどチルノたちと似たような感じなんだろうな。奥は東方地雷伝の6面ボスで結構いろんな作品に活躍していて、東方強力異分のボスも務めているよな。そう、奇想天則では時期を担当していたりと、格ゲー作品でも活躍しているキャラですよ。小明寺悟りのペットの一匹で地獄カラス、通称奥、灼熱地獄跡の温度調節を任されています。彼女は素直でお調子者な性格、元ネタはヤタガラスで、日本神話に登場するカラスであり導きの神。奥はいろんな要素が詰め込まれているので、ズンさん曰くデザインはかなり頑張って作ったと言っていますよ。確かにパッと見た感じでもいろんな要素が組み込まれているよな。もし奥のデザインの秘密について気になる方は後でこちらを見るといいぜ。そんな奥はある日、幻想郷の産業革命計画を図った八坂かな子と森安はこの二柱によって太陽の化身であるヤタガラスの力を与えられ、究極のエネルギーを操る能力を手に入れました。力を手に入れた彼女は調子に乗り地上を支配しようと考えるのです。チルノたちとほぼ同レベルやないか。もちろん灼熱地獄跡を訪れた解決やノレイムや、マリサによって懲らしめられました。原因としてはただただ、彼女の頭が弱いから、記憶力に欠け、お凛から鳥頭と言われていますね。鳥頭とは物忘れの激しいこと、あるいは物覚えが悪くて記憶力の弱いことという意味がある言葉だよね。友達からのそう言われてるってことはそうなんだろう。かな子と諏訪子が力を与えた理由などは完全に記憶から抜け落ちていたため、悟りの能力を使用しても読み取ることができなかったのです。なるほど。しかも奥は歩く分社と言ってもいいぐらい純粋な器だから神の力も容易に取り込めるので、まさに一石二鳥といったところか。根はとてつもなくいい子で、地霊伝での異変は一応主人の悟りのためを思っての行動でもあります。ちなみに、初登場の地霊伝では奥が物語の真相を話さないといけないのでなかなか賢い会話をできていましたが、後に不純物が喋ったのような鳥頭な会話になっていますね。花江の変な T シャツとため張れるレベルの煽り。ということで次に紹介するのは、東方鬼神城5面ボスを務めた鬼神聖者です。種族は妖怪天の弱で、日本古来の天の弱は、危機にある女神天のサグメに由来するんだぜ。鬼神城の異変逆さま異変の黒幕、幻想郷の支配体制を破壊し、弱者が支配する世界を作るという野望を抱くひっくり返す者、つまり下克上を企む者、聖者自身は大した力を持たないため、内での小槌を扱える少な神妙丸を騙して利用したりして下克上を起こそうとしていました。弾幕天の弱ではいろんな道具を使って弾幕を避けたりと逃げていたよな。そう、内での小槌の影響が予想を超えて広がり、霊夢たちが異変を嗅ぎつけて計画は失敗。以降は逃亡生活を送り、弾幕天の弱へと繋がっています。他人を騙して利用し、計画が失敗すると一人で逃げるといった小物感があるキャラです。実際に神主さんも聖者に対して小物と言っていて、誰からも好評なサブメと対となる存在となっていますね。小人の一族は内での小槌の使用による代償で鬼の国に幽閉されてしまったという過去を持ち、小槌を封印していたのですが、そこからだいぶ長い年月が経っていたらしく、現在の小人族の末裔である宿儺神妙丸は内での小槌のことを知らなかったのです。そこで聖者は彼女に内での小槌の能力について代償があることは隠して教え、小人が幻想郷の妖怪たちに屈辱を与えられたという嘘を伝えました。そうして、東方鬼神城の異変となったのか。同じく小物、凡人からするとちょっと応援してしまいたくもなりますね。まあ人を騙すような行為はよくありませんが、いやあなたも美馬様並みに嘘ついてるよね。それでは次に紹介するのは堀川来子。来子はもともと大子でした。不着神、
つまり妖怪になる前までは人間に叩かれるのが喜びだったのです。大事なことなのでもう一度言いましょう。叩かれるのが喜びだったのです。そこ特に大事なところじゃないよね。ライコは魔力の取り替えを行い、内での小槌の影響から抜けることに成功。小槌が魔力の回収機に入れば、やがて元の道具に戻ってしまうはずだったのですが、回収対象外となり見事に難を逃れた彼女は、周りのつくも神にこの方法を教えて回ることに、呪法を考えるライコの頭の良さとそれを試す勇気の持ち主であることがよくわかるぜ。そう、そして、道具だって自分の意志で楽しみたい。そう、道具の楽園を築こうじゃないか。弾幕天の弱異変を引き起こした神妙丸と鬼神聖者が敗れた後、自分たちの力の源が内での小槌の魔力だったことを知り、どうしよう、このままではただの道具に戻ってしまうと慌てるつくも姉妹に、ライコは救いの手を差し伸べたのです。同様の経緯で彼女と出会って、伝授された呪法により難逃れたつくも神は複数存在すると考えられますよ。それを教えたのよ。つくも神のみんなにと白霊霊夢へ語っていることからもおそらく合っているだろうな。早めに退治できたのでよかったのですが、もしもの話にしていたら賢いライコのことなので、かなり危険だった可能性がありますね。助けた不着神も集められるだろうし、ライコは確かにヤバそうだな。ということで次に紹介する、幻想郷の脅威者は、東方プロジェクトの第 14.5 弾東方神秘録に登場した宇佐美すみれ子です。すみれ子の異変もかなりヤバいんだよな。東近上高校に所属する女子高生人間で、学年は1年生、人知を超えた現象を起こす超能力者で、非公認オカルトサークル非風クラブの初代会長を務めていました。同じく非風クラブに所属する宇佐美蓮子とは同性ですが、関係は不明。まあ何かしら繋がりはあるだろうね。東方神秘録の異変の黒幕であり、幻想郷と外の世界を完全に繋げるために白霊大結界の破壊を画策しました。そのために幻想郷に数々の都市伝説を込めたオカルトボールを放ち、それを7つ集めたものを結界を壊す鍵となるように仕向けようとしたのです。その目論みは東方茨河川の主人公である河川に見破られ、白霊神社に開けた穴を介して真水を送り込まれるのです。もしも外の世界と繋がるようなことがあったら、間違いなく外の世界と幻想郷で争いが生まれるので非常に危険でした。外の世界のキャラ、漫画キャラ、音楽作品で間違いなく関わりがあるであろう宇佐美という名の付くキャラが幻想郷の脅威となっただけあって集大成チックな作品だな。霊夢もここで主人公らしくなってきましたしね。その後は、夢の中で幻想郷に行き来できるようになり、音楽作品のもう一人の主人公であるマイリベリーハーンを彷彿とさせていますよ。そしてまた作中のオカルトボールの一つがすみれ子が気づかないうちに、月の都のボールとすり替えられたのです。待って待って、月の都ってことはまさか。そう、これこそが次回殺感受伝への伏線となったのです。ということで、次の幻想郷の脅威者は東方感受伝の4面ボスである鬼神サグメ。彼女の元ネタは天の弱の祖先の天のサグメ、または雨の若彦と言われています。祖先というか原型と言った方が適切かもしれないです。このことから二次創作では聖者と親子関係という形で書かれたりするよね。月の都の住人で、賢者の一人でもあるすごいキャラ。しかし能力の口に出すと事態を逆転させる程度の能力ゆえ非常に無口であり、喋ることは滅多にありません。賢者として事態に冷静に対応している一方、月の民らしく地上のことは軽視しているところがありますね。感受伝の異変後には永遠帝を訪れエイリンと交流を持っていました。先ほども言ったように、能力は口に出すと事態を逆転させる程度の能力というあまりにも複雑な能力を持っています。豊姫の山と海をつなぐ程度の能力とか、名前から意味不明な蓬莱三かぐやの永遠と主流を操る程度の能力といったように月の民の能力はなぜか複雑なものが多いよな。あまりにもミステリアスな能力ですが、東方地霊記伝で霊夢が無能な能力と称していました。かぐやの貴重なシーンなのに霊夢の毒舌。何かの事象自体に言及すると話した内容に関わらずその事態が逆転するという非常に理解が難しい能力。先ほど紹介した天の弱の鬼神聖者の能力とはまた違う。月の民らしい強力な能力を持っていますね。そして実は前作に登場した、月の都のオカルトボールの制作者だったのです。サグメが月の都のオカルトボールの制作者だったのか。純子らによる月の都の襲撃に対し、賢者たちは月の都を凍結させ、住民たちを夢の世界へ避難させました。これにより純子も手が出せなくなったのですが、月の民も外に出ることができない膠着状態に陥るのです。それが長期化することを危惧した賢者たちが、月の都を幻想郷に遷都させる計画を立案。それを実行するためにオカルトボールを作成し、アポロ計画陰謀論を広めることによって月の都を幻想郷に具現化させようとしたのです。つまりオカルトボールの具現化を利用して、幻想郷ごと月の都に変えちゃおうぜ。ってことだな。しかし自身も月の民もこの戦闘を望んでおらず、どうにかならないものかと思案していたところ、霊夢たちと戦うことになったのですよ。
戦闘後は、彼女らに戦闘計画のこと順子の侵略についてのことを語ったことで自らの能力により、戦闘は失敗し、霊夢たちは順子を打ち倒すという運命に反転させました。なるほど、東方漢樹伝の流れはそういう風になっていたのか。結構もう少しで、幻想郷に遷都しそうになっていたのね。ちなみにズンさんの中でサグメは詐欺、鳥の詐欺でもあり、人を騙す詐欺師でもあるとのこと。詐欺師というのは、天の弱の詐欺の部分を持ち合わせているからのようですね。賢者といっても場合によっては騙すってことね。それでもしもサグメの賭けが失敗していたらどうなっていたんだ？実はインタビューでそのことが語られていて、ズンさんが言うには、月の民が眠りっぱなしになるか、本格的に幻想郷に遷都するか、または幻想郷を乗っ取るか、その時には幻想郷は何も生き物が住まなくなるので、その結果、外の世界に働きかけていくことになるでしょうね。それが惑星浄化になってしまう。それをしたくないので、幻想郷を浄化すると脅しているんです。とのことで、生きるという汚れを払うために、生き物を消し去るようですね。また月の都が戦わないで遷都するなら、気づかないうちに幻想郷の住人が全員消えるとも言っていました。そんなあまりにも怖すぎる可能性があったのか。おそらくこれは、浄化活動で生き物がなくなり、自然と妖精もいなくなるので、妖怪か人間のどちらかにも影響があり、幻想郷は崩壊するという流れで、幻想郷の住人が全員消えるということだと思われますよ。そうならないためにも、また姫を守るためにもエイリンは時期たちに手助けしたということね。東方漢樹伝は3度目の月の話だけあって、あまりにも深すぎますね。視聴者さんは月の民が遷都してきたら幻想郷がどうなると思うかよければコメントで教えてくださいね。ということで次に紹介するのは、東方機系10エクストラボスを務めた黒駒咲です。暴力集団の組長はやってそう。種族は黒駒、というより馬の動物霊といったところです。お馬さんなので、見た目が顔がある風になっていて超イケてますよね。ちなみに黒駒とは、聖徳太子の電気聖徳太子伝略の説話に登場する黒い春目のことだぜ。そう、そして東方プロジェクトの聖徳太子のモデルといえば豊里耳の巫女。なので巫女も見事に馬乗りになっていたとか。下ネタでうまいこと言わんでいいねん。推古天皇6年に諸国から献上させた数百の馬の中から太子が選んだ馬で、太子を乗せて空をかけ、富士山、信濃、三越を3日で巡行したとされています。なんと彼女は、畜生界において最上位に位置する4大組織の一つ、慶賀組組長です。4大組織ということは慶賀組、秘訣組、強力同盟を除いてあと一つ組があるのか。正体は不明ですが、隠密行動が得意なようで、かなり実力派の組織でしょう。基本的にからぞというカーボーイだけにボーイッシュな口調なのですが、時々夢は広がるわ。何のために力を見せつけたのよと女性らしい喋り方をすることもありますよ。組長の黒駒咲をトップとしていて脚力と牙、強靭な肉体が特徴の動物霊たちによる畜生界の一大組織なのですよ。力さえあれば誰でも幹部にのし上がれるところから、究極の弱肉強食を体現した畜生界にあって、完全な実力主義の組織といえ、部下曰く畜生界最強の組織、エクストラでは手も足も出せなかった霊長園の姫を倒した、という情報が畜生界を駆け巡るや否や、最速で次の手に出ます。英気さえいなければ、畜生界の支配は時間の問題と考え、それより先に人間界を視察して、可能ならば支配してしまおうと考えました。しかし、実たちによって沈められ落ち着きました。真の破壊者派主人公たちだった。脅威がされば、とりあえず支配しに行くかのようなノリで思い立ったらすぐに行動するタイプの組長。部下の考えや手柄を尊重するなど、組織の上司としては人気があるようですね。実力のあるものが好きで、敵であろうとそれは変わらない熱い部分も持ち合わせています。ちなみに彼女の立ち絵はただ単に片手が見えていないだけでしょう。なんだ、怪獣に食われてカーボーイハットを託すのだと思ったぜ。それシャンクスやろ。エクストラでは状況を正確に把握できていない上に、下手をすればや知恵の策と、異変を解決した主人公たちの頑張りを台無しにしかねない行為だったのですよ。つまり、それが原因でケイキが動物霊への攻撃を再開したらヤバかったってことね。地理的に地獄を経由する必要があるので、そちらの怒りを買う可能性もあったのです。実際、エクストラ道中のボスであるクタカが先が地上に攻め込めないよう右は作戦を展開していました。もし地上に攻め入ってもゆかりや沖縄が激おこで、幻想郷が混乱になる可能性もあるしな。さて、ラストに紹介するのは、公式漫画作品の一つ、東方地霊記伝に登場した現時点で最新キャラにして音量の宮出口水地です。待って新キャラが出ていたなんて知らなかったよ。まだ顔出し程度ですからね。小明寺悟り曰く反国王、永久罪人と呼んでいました。作中における一連の事件の犯人で、旧地獄から逃げ出した永久罪人、幻想郷の賢者役もゆかり曰く、悟りに対して管理がこなせていなかったわね。とのことで、どうやら悟りとゆかりは前々から彼女のことを知っていて、
地霊殿の仕事の一つには彼女が脱獄しないように見張る役目も持っていたようです。マジか、地霊殿にはそんな役目もあったんだ。白霊神社、あるいは白霊霊夢に恨みを抱いていて、八雲ゆかりによると事件の動機は霊夢を恐怖に陥れ、最後に復讐を遂げるため、一方で悟りは事件を起こす傍ら、霊夢に恨みを持つ者を探していると推理しています。まず彼女は高魔漢組を中心に取り付き魔力を奪っていきました。パチュリー、昨夜、本命輪と次々と体を乗っ取っていますね。妖怪は怨霊に乗っ取られると、新たな妖怪となるか破壊されるのですが、彼女たちが乗っ取られた後は、意識がなくなるだけで、特に殺すということはしていませんね。ほう、ということは水地はそこまで悪い奴でもない？というよりその目的は別にあり、霊夢を驚かそうということが目的なので殺す必要もないのでしょう。今まで、怨霊は凶悪と語ってきましたが、ついに乗っ取りを表現されたのはおそらく初めて。シオンとかもあったけど、一応神だったしな。高魔漢の後は冥界の主であるユユコにもなんと取り付きました。怨霊は亡霊にも取り付くことができるの？そしてこの順番で、何か気づきませんか？高魔漢、そして迫力狼という順に襲ったということは、異変の順番。これもどうやら霊夢を驚かせるためにやっているようですね。それは巫女といえど霊夢もビビってしまうな。しかし異変の順になっていると、見ている側は思い出アルバムみたいでいいよね。確かにそういう風に作られている感じがありますよ。まさかの探偵漫画も作れるズンさんはクリエイターとして、世界的に見てもマジモンの天才でしょう。あんな天才数百年単位で現れないだろ。話を戻して、続いての異変といえば AI 編なので霊夢は永遠帝に向かうことに、永遠帝でかくまうことになった霊夢ですが、なんと殺人予告が、そこに居合わせたエイリンとかぐやは死なないので、霊夢だけに向けられているものだとわかります。殺人予告がただの紙切れとかする不老不死便利すぎやろ。果たして、霊夢の運命はいかに、宮出口の真の目論みとは何なのか、非常に楽しみな作品なので今のうちにお手に触れて、読んでみてください。続きが気になりすぎてやばい。また旧地獄の封印から解き放たれたこと、宮出口水地という名前から、東方強欲異分の水との関係も匂わせていますね。また宮出口水地の元ネタは新宗教大元の教祖である出口直に取り付いた牛虎の根人が元ネタだと思われます。なるほど、宮出口も取り付くことができるようだしな。根人とは土地にまつわる神様で、根人様の静まる方位に対してはあらゆることが教とされています。根人は人々に大変恐れられていて、江戸時代の末には岡山県地方では、根人封じと称して祈祷を行う修験者もいたりしました。また宮出口も旧地獄に封印されていたことからもつながりがありますね。最近では旧地獄の話である東方強欲異分があるのでつながりが見られるので、今後東方地霊記伝で東鉄の登場もあり得るかもです。以上が幻想郷の脅威者たちでした。各キャラで目論みとか策略が非常に面白かったぜ。思った以上に幻想郷は危うかった場面が多く解決やたちの働きの凄さが改めてよくわかりますね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。